こんにちは、新海月りなです。新海月メソッドタロットカード占い講座をご覧いただきありがとうございます。この講座は私のホームページで公開しているテキストに沿って動画で簡単に分かりやすく紹介していくコンテンツになります。それでは早速今回のお題セッション4タロットカード占いの流れその1を説明してまいりたいと思います。ホームページのテキストでは5の1と2の項目になります。タロットカード占いの大まかな流れを順番に説明しますと、1、相談内容の問題定義、2、展開法の選定、3、シャッフルと展開、4、展開カードの書き写し、5、解読表を用いてカードの意味を抽出、6、全容のつかみと関連するカードの紐付け、7、起承転結の構成となります。もちろんこれは私独自のやり方で新海月メソッドになります。他の占い師の方は別の流れがあるかもしれませんが、私はこの流れを基本にタロットカード占いを独学してまいりました。また、結果を読み取るリーディングだけでなく、第三者にわたっても理解してもらえるような鑑定結果に文章化する、ライティングするまでをゴールとしていますので、当講座を実践すれば自分を占うことはもちろん、お友達の相談に乗ったり練習と経験を積み重ねることでプロの占い師としてメール鑑定やチャット鑑定といった文章というライティングで鑑定結果を伝えるお仕事を受けることができるようになります。なのでこちらの7つの手順を面倒がらず一つ一つ丁寧に作業を進めてみてください。ではまず流れ1相談内容の問題定義ですが、これはつまり占う前に何を占いたいのか相談内容を明確にするということです。自分のことなのか、それとも恋人のことなのか、あるいは友達や会社の上司のことなのか、もしくは自分のことも相手のことも両方のことなのか、そしてそれが恋人のことであったとしても恋人の何を知りたいのか、彼の気持ちなのか、それとも彼との今後の展開や可能性を知りたいのか、あるいは全部知りたいのか。もっとも全部知ることができればそれに越したことはないですが、全部知りたいのではなくて、その全部は何なのかといった漠然とした悩みを細分化し、何を知りたいのか問題を定義するところから相談内容を明確化させていきます。例えばあなたが財布を落として困ったとします。この事柄を問題定義してみますと、困った事象に対して何が分かれば解決するのか、問題を定義する上で一番簡単な方法は 5W1H を用いることです。 5W1H とは、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのようなといった6つの疑問詞です。いつとはつまり何月何日なのか何時なのかという時間の問題定義。どこではつまり場所の問題定義、誰がは人物の問題定義、何をは物や目的の問題定義、なぜは理由や事情といった問題定義、どのようなは状態や具合、度合いといった問題定義。この 5W1H に財布を落としたという事柄を当てはめると、お財布の場所さえ分かればこの問題は解決しますから、場所の問題定義となり 5W1H のどこになります。問題定義が明確になったら、次は流れ2の展開法の制定です。問題定義1つに対しカード1枚を引く。これが展開法を選定する判断基準になります。問題定義1つに対しカード1枚だけで占う展開法はワンオラクル展開法です。タロットカード占いには様々な展開法があります。主に利用されるのが、1枚展開するワンオラクル展開法、3枚展開する3カード展開法、7枚展開する二者択一展開法、10枚展開するケルト十字展開法、この他にも12枚展開するラバーブリッジ展開法や13枚展開するホロスコープ展開法といった展開法があります。つまり問題定義した数の分は
最低限展開すべきカード数になりますから、問題定義の個数以上のカードを展開する展開法を選べば良いということになります。また、展開法それぞれにも占うテーマ性や個別に設定があります。各展開法の特徴やメリット、デメリットも知っておくと、より選定がスムーズになります。展開法の特徴、メリット、デメリットについては、新解付きメソッド、タロットカード占い講座のテキスト11をご覧ください。話を戻しますが、今回の問題定義は、財布の場所のどこでした。問題定義は、場所という一つなので、展開カードも1枚。よって、展開法はカード1枚だけで占うワンオラクル展開法を選定します。展開法が決まったところで、次は大まかな流れ3のシャッフルと展開です。シャッフル方法とシャッフルの手順はセッション3の動画で説明しておりますので、そちらをご覧ください。ワンオラクル展開法で1枚カードを展開。戦車のカードが正位置で展開されました。戦車のカードは戦い、競争、争いという意味を持ちます。この意味から派生し、競争社会やビジネス、ライバル関係といった意味もあります。正位置では争いで勝つといった意味や競争で勝ち抜くといった意味に読み取れます。逆位置では争いで負けるという意味や競争で参拝するという意味に読み取れます。また、描かれている絵柄の馬車から車や乗り物、交通機関といった物質的な意味合いを持っていますし、競争社会という場の職場や試験会場、オーディション会場という場所を表すこともあります。今回は財布はどこかという場所の問題定義でした。したがって場所を推定するキーワードとしては、職場や試験会場という可能性と、移動中の車の中か、あるいは公共の交通機関の中と読み取れてきます。あとは現実に訪れた道のりを記憶でたどり、鑑定結果と照合して財布を落とした可能性のある場所を絞り込めば良いことになります。また、財布を落としたという事象は説明する上での参考例として、あえて分かりやすい事柄を選んでいるため、問題定義の決め方も当たり前のことかもしれませんが、これが実際の悩みになると問題を定義する 5W1H のどれなのかさえも手探りになる場合が多いです。大半の相談や悩みは現状把握もよくわからず、漠然ともやもやした悩みだけが続き、すべてが謎のように見えてくる悩みばかりです。悩んで何も答えが出ないときは、起きていること、起きたことをまずはノートにすべて書き出してみて現状を把握することです。そうすることで不透明な部分や謎の部分が 5W1H の形で問題定義され、あとはその問題定義ごとにカードを展開すれば鑑定結果として謎が解けるというわけです。5W1H の問題定義が決まれば、カードを何枚引けばいいかも分かり、展開法の選定もうまくいきます。このようにセッション4タロットカード占いの流れその1では、相談内容の問題定義 5W1H 展開法の選定を簡単に説明してまいりました。次回のセッション5タロットカード占いの流れその2では、相談内容のケースをもう少し増やし、複雑な相談内容の問題定義の仕方を説明してまいります。この回の動画と合わせてご覧ください。もっと詳しい解説は私のホームページ上の新解付メソッドタロットカード占い講座で公開しておりますので、皆さんぜひご覧になってくださいね。この動画をご覧の皆さんにプレゼントのお知らせです。新解付りなの LINE アットにお友達追加してくれた方全員に漏れなく新解付メソッドの大アルカナ小アルカナ解読表簡易版 PDF を無料でダウンロード提供いたします。この解読表はマルセイユタロットカードの絵柄にカードが持つ意味を表形式で記載されています。A4 版で印刷もできますから早見表としても使えます。商用 OK ですのでプロを目指す方にもご活用いただけます。ご希望の方はこの画面の QR コードかこの動画の詳細説明より LINE アットにアクセスしてください。
皆さんの LINE アットお友達追加お待ちしてます。それではまたお会いいたしましょう。